こんにちは、あいです。今日は DW さんのサルビア、スーパーサルビアを使ってみたいと思います。この植物は1株でもかなりのボリュームで大きくなるのが特徴です。私も実は寄せ植えに使うのは初めてなんですけれども、この大きくなる特徴、そういったところを活かしながら植物を組み合わせてみたいと思います。ぜひ最後までご覧いただければと思います。スーパーサルビアロックンロールです。1株でこのぐらい大きくなる植物ですね。寄せ植えに使うのでここまで大きくはならないと思うんですけれども、同じく大きくなる植物で組み合わせたいと思います。普通のお花と組み合わせてしまうときっとこのボリュームにお花が負けてしまうと思いますので、同じく、大きく育つような植物ですね、BW さんの苗を用意しました。すでにもうボリュームがかなり出ているんですけれども、ダイヤモンドスの、それからですね、同じく BW さんのガーデンヒポエステスピッピ、これからの時期の主流となってきますカラーリーフですね、コリウスを入れていきます。白大菊ですね、シルバーリーフ、入れていきます。こういった組み合わせで今日は植え付けをしていきたいと思います。それでは植物の植え付けをしていきます。まず鉢底に穴が1つ開いてますので、穴の大きさに合わせてカットした鉢底ネットを敷きます。続いて鉢底石を軽く底が隠れる程度ですね、入れておきます。続いて草花用の培養土を入れます。それでは植物の植え付けをしていきます。まず株がもうすでに大きくなっているユーフォルビアダイヤモンドスノーを入れます。ポットから抜いて、もう今日はそのまま、土も落とさずそのまま配置します。続いてその隣の位置に、サルビアですね、今日メインとして用意したサルビアを入れます。サルビアは結構根っこがもうぐるっと回っていますので、根っこの回っている部分を落とします。そこに手を入れて根っこを軽く広げます。横にも根がすごく張ってますので、軽く根をほどくような感じで固まっているところをほどきます。こんな感じで、土は落とさずに根を軽くほどいた感じで、この状態で配置をしていきます。続いてそのサルビアの隣、やや後方ですね、サルビアの後方のあたりにシルバーリーフを入れていきます。白大菊を入れます。白大菊が手に入らない場合は、背が高めのシルバーリーフなどが代用できるかと思います。白大菊も結構根っこが回っていますので、この場合は根っこを切り取ってから配置します。根が張っていますので、そこの根は切り取って古い土は落とします。2本入っているので軽く株分けをして、サルビアの後ろに入れます。白大菊を入れるのは、シルバーリーフを入れることによってこの色の対比を出しているところがポイントになります。それではコリウスですね、ポットから抜いて軽く土を落として配置します。今背が低いですのでユーフォルビアの手前に入れます。コリウスは今後伸びてきますので、カットして挿し木にしながらまた寄せ植えを仕立て直ししていきたいと思います。それでは続いてガーデンヒポエステスピッピを入れていきます。この植物もだいたい30センチぐらいの幅で大きくなる、そういった植物になります。手前の位置に入れて大きくなるところをイメージして配置をしていきます。下葉ですね、汚くなっているところを取り除き、回っている底の根を切り取ったら配置をします。
それでは配置が終わったので、最後にしっかりと土を追加していきます。まんべんなくしっかりと土を入れます。これで完成ですと思ったんですけれども、ちょっと私一つやらかしてしまったようです。草丈がかなり高いところまで背が伸びる予定なんですね。ちょっと鉢が低かったかなと思います。このまま育てるとかなりバランスの悪い寄せ植えになってしまいます。ちょっと植えてから失敗したというふうに思っています。背丈のある鉢に植え替えをしたいと思います。この鉢だと、高さが38センチ、そして直径が、27センチの鉢ですね。こちらに植え替えをしちゃいます。やってしまったという感じなんですが、まずは苗を全部出します。そっと今植えたものですけれども、そっと出します。それでは配置をし直していきます。まず背が高い植物を入れます。中心の位置にサルビアです。土を追加します。ここに白大菊を入れます。シュガーリーフです。土を再び出します。続いてこのユーフォルビアの手前にコリウスを入れます。そして最後手前にガーデンヒポエステスを入れます。再び土を追加して完成です。作成から日付が経っています。思った通りコリウスが結構背が伸びてきていますので、下の方でカットしたいと思います。新しい芽が見えていますけれども、こういった節の部分でカットするとまた次の葉っぱが出てきます。切り取ったコリウスは、また発根して使いますので、お水にさして、根が出るのを待ちたいと思います。